ミープルの裏技、バグ技、小技集。久しぶりの裏技動画です。最近出してないので出したいと思ってミープルにしました。当初あんまりない感じだったけど、試したり調べたりで結局いろいろあったわね。じゃあ早速行ってみましょう。はい、無敵です。なぜかミープルが全くダメージを食らわないバグ。意味わからないですよね。だってバグだからね。これを成功させるには、カラスが着地する寸前でガジェットを使う必要があります。寸前でないと成功しないので注意しましょう。早めに押してしまうと、こういう風に普通にダメージを食らいます。失敗パターンですね。ちなみにカラスのハイチャールトはさすがに無理でした。マーバグだからよくわからんけど、サージのウルトでやってみると無理です。続いてオーリ無理。 VS ジェネット無理。 VS エドガ無理。 VS ミコ無理ですね。と、このように空中から来る相手に起きるバグではないということがわかります。いろいろ試したんですが、結局カラスしか無敵にならないんですよね。まあ全て試してないので他にも無敵になるバグがあるかもしれません。結構ロマン。お次はショットしか抜けられないはずのミープルのウルトでと、こうやって抜けれるってバグです。バグ？これってバグなのか？ピンクスのウルトは敵のショットを遅くするのよ。これってショット？じゃないわよね。つまりピンクスのと同じでショット扱いされているショットでないものなだけでバグではない？要はショット扱いのものなら何でもすり抜けられるってことかしらね。しかしショットとは何ぞや。次はこれ。ホッケーを剣に止めるバグ技。ホッケーが動いてる時にミープルのサイコロを当てるとこのようになぜか止まります。不思議ですね。マーバグだからね。これは通常スプラートができないことをする技で2500ダメージの生垣を2回出すことができるわ。通常スプラートのハイパーチャージのダメージは生垣の数 ×500 なのよね。なんでウルトの端っこを当てるだけだとこうやって1つしか当たらなくて500ダメージしか入らないのよ。で、金庫に大ダメージを与える条件って廃車状態の時に金庫にウルトを2回当てるというものなんだけど、2500ダメージ当てるには全ての生垣を使う必要があって、そうするとガジェットのもう一度ウルトを使えるようにするやつが使えなくなる。なんで通常は1回目のウルトで生垣を残す必要があるから、最高でも 2000&2500 ダメージの2回分のウルトしか使えないのよね。しかしそれを 2500×2 回分にできるのがこの方法。壁を金庫の近くに置くことで生垣の範囲を増やしたからなせる技ね。次はちょっとしたバグ。ウルトを使った後すぐにはショットが打てないというもの。スローじゃちょっと分かりづらいけど、ウルトを出して 0.5 秒ほどはショットを打てないのよね。なんでそれを計算してやらないと敵を倒す時間の計算が狂って戦況的にまずくなったりするわ。次はショットのホーミング性能を利用して草むら内の敵を見つけ出す方法。実は草
草むらの中の敵にもミープルのショットは追尾性能を示すのよね。だから草むらの敵の位置を知りたいなら適当にショットを撃てばよいってことなのよ。ちなみにハイド系の完全に隠れるスキルに対してはこの通りホーミング性能は発揮されません。ハイド系も索敵できればよかったんですけどね。ヒットのハイドにもやっぱり効きませんね。次はサイコロガシを使って味方の削りを強くする方法。ただこれサイコロの秒数が少ないからあまり効果的でないカールの場合だけど、だからサイコロを別の使い方にした方が強いかも。まあ当面使う予定なさそうな時とかラストの削りとかには効果的ね。あとは敵の攻撃から味方を守れるからメロディーとかぶるとかダリルとかのできるだけ時間を稼ぎたいキャラには有効ね。あとは味方ビデでこういう使い方もできるわ。これはサイコロの効果時間と割と合うから結構良い感じね。ただ敗者とか競争だけど実際はそんなに。けどもしかしたら発射角度によっては大ダメージになるかも。私は数回しか試してないからよくわからないわ。最後はこれ。ネタ切れとかじゃないわよ W。 まあ最近ハンク強いらしいじゃない。でハンクのハイチャールトを防御できる。それだけ。んなもんやってたらわかる。まあ一応小技として紹介したいのよね。以上ミープルの裏技バグ技小技集でした。面白かったでしょうか。このシリーズ一番好きなんだけど最近作れてなかったから作れてよかったわ。また他のキャラも作るのでまたよかったら見ていってください。ではでは。